RX-107TR4 ダンディライアン。短期での大気圏突入とそれ以降の敵基地制圧、敵機の殲滅、友軍の支援などの特殊作戦用に設計開発された大気圏突入用モジュールの試作実験機が TR4 ダンディライアンである。コアユニットとなる RX-107 ロゼットに大気圏突入用モジュールを装着しているため、短期での航行も可能となっており、同時期に開発された大気圏再突入用装備バリュートシステムとは違い、母艦による衛星軌道上までの輸送を必要としない仕様になっている。さらに大気圏内ではサブフライトシステムとしての運用も可能になっており、両機を機体上部に搭載し戦場へと運搬展開するとともに迅速な作戦行動を遂行することができる。ダンディライアンの機体構造は前述の通り、コアユニットとなるロゼットを覆うような大気圏突入用モジュールで構成されており、状況に合わせたモビルアーマー形態、大気圏突入形態、飛行形態、モビルスーツ形態など様々な形態を有している。しかしこれは俗に言う可変機構ではなく、大気圏突入から大気圏突入後の状況変化に合わせた形態移行という概念で設計されているため、形態移行後は前の形態に戻ることは不可能な仕様になっている。大気圏突入後に不要になったユニットはパージすることで形態移行が実行される。 TR4 ダンディライアン大気圏突入形態。機体周辺の突起物を最大限取り払い、耐熱装甲と冷却ガスによる耐熱フィールドによって突入を行う大気圏突入形態、または巡航形態とも呼ばれる。一年戦争時短期で大気圏突入に成功した伝説のモビルスーツ RX78 にガンダムは大気圏突入用のオプション装備を用いず、冷却ガスによる耐熱フィールドを発生させることで機体にかかる摩擦熱を緩和するという画期的なシステムを搭載していた。しかしこのシステムをモビルスーツ短期に搭載することは莫大なコストが必要とされたため、これ以降は降下用バルーンと大型パラシュートをオプション装備とし、モビルスーツに搭載するバリュートシステムが開発される。しかしバリュートを展開した際に生じる隙は格好の的となるリスクを伴うという大きな問題を残す結果になってしまう。こういった問題を解決するため TR 計画ではモビルスーツ短期に大気圏突入能力を付与する専用ユニットを実験的に開発。それが TR4 ダンディライアンの大気圏突入形態である。この形態を維持し、機体上部に両機を固定することでサブフライトシステムとしての運用も可能となる。 TR4 ダンディライアンモビルアーマー形態。主に宇宙空間での運用が想定されたダンディライアンのモビルアーマー形態。モビルアーマー形態では大気圏突入形態時には収納される対モビルスーツ格闘戦用の大型クローアームが展開され、機体前面には格闘戦時にパイロットを守るためのモビルアーマーヘッドと呼ばれるモビルスーツのフロントアーマーのような形状の装甲が備わっている。このクローアームは着艦時のランディングギアとしての機能も有している。また機体下部には合計4機のスラスターノズルが搭載されており、大気圏突入形態モビルアーマー形態における推進機として機能し、高い機動性を発揮することが可能となる。 TR4 ダンディライアンモビルスーツ形態。地上での戦闘を想定し開発されたダンディライアンのモビルスーツ形態。モビルスーツ形態と呼ばれてはいるものの、コアユニットであるロゼットの上半身がむき出しになり、大気圏突入モジュールを下半身部に装着された状態として形成されている。重力下での大重量を支えるため、モビルアーマー形態時の大型クローアームが脚部として展開するが、歩行ユニットとしての機能は高くないため、大推力を生かしたホバリング、ホバー走行、スラスタージャンプによる空戦能力に特化している。機体構造は当時では実用段階に至っていないムーバブルフレームは採用されず、アクチュエーターやドラムフレームなどで走行の移動制御が行われ、 TR3 キハールで培われた可動フレームのノウハウが生かされている。また機体の左部に搭載された大型シールドはダンディライアンの全長に匹敵するほどの大きさを誇り、この大重量のシールドを支えるためフレキシブルアームによって保持されている。武装は頭部に搭載された 60mm バルカン砲、ビームサーベル、ヘイズルが装備していたものよりもバレロを大幅に延長した強化ロングレンジライフルを装備。 RX-107 ロゼット。
アナハイムエレクトロニクス社が開発した RMS106 ハイザックの後継機として開発され、 TR4 ダンディライアンのコアユニットの役目も担う試作モビルスーツ。このロゼットは量産機としてコストパフォーマンスの追求が求められたハイザックに対してより高いスペックを目指す機体の開発をコンセプトに、全ての性能でハイザックを凌駕する高性能機として完成を果たしている。当初は評価試験用のため連邦軍に配備されるが、もともとアナハイム製の機体を使用するつもりがなかった連邦軍は RX107 という型式番号のみを与え、ティサーンズの新型兵器試験部隊ティサーンズテストチーム、通称 T3 部隊に送りつけて以降はしばらく宙ぶらりんの状態で放置されていたところ、ジェネレーター出力の高さと機体性能の高さに目をつけたティターンズが TR 計画の一端を担う TR4 ダンディライアンのコアユニットとして採用するという経緯を持つ。頭部はジオン系モビルスーツの流れを組むモノアイ方式のヘッドユニットに加えて、通信機能を強化した大型アンテナを搭載。左肩部のスパイクアーマーにもザクやグフといったジオン系モビルスーツのものが採用されており、近接格闘戦における最後の切り札として使用されるが、実際に使用されることはなかったと言われている。大気圏突入用モジュールを装着する際には取り外す仕様になっている。右腕部にはウェポンマウントと一体化させたバインダーシールドを装備。上下に開閉することで大型化でき、折りたたむことで耐弾性を向上させることができる。武装はダンディライアンでも使用される強化ロングレンジライフルを装備。後にハイザックをベースに開発される RMS108 マラサイト機体形状が酷似していることから、ユニットや装備の互換性があるとも言われている。なお、ロゼットという名称は T3 部隊内で呼ばれていた愛称であり、ティサーンズが名付けた正式名称ではないため、型式番号の RX107 と呼称している資料も多数存在している。 RX107 ロゼット強化陸戦形態。この機体は前述のロゼットに地上での高速戦闘を可能にするホバリングスカートユニットを装備させた形態。 T3 部隊のマーフィー小隊がカラバのカムチャッカ基地を襲撃した際に投入された形態であり、ホバリングスカートユニットに搭載された強力な熱核ジェットエンジンから得られる大推進力によって重力下においても機体を浮かせた高速ホバー移動が可能になっている。この熱核ジェットエンジンの最大の利点は、推進剤を消費して推力を得られる熱核ロケットエンジンに対して大気を媒体に推力を得るため、作戦行動時間が格段に向上するという点であり、推進剤の消費を限りなく抑えることができる。しかし航空機と同じ理論を用いているため直進性は優れているが、急激な方向転換や旋回などの小回りは効かないというのがデメリットでもある。 RX107 ロゼット強化陸戦形態試作プラン。前述のロゼット強化陸戦形態の前身として計画されていた試作機。この試作機では熱核ジェットエンジンではなく熱核ロケットエンジンによる飛行能力を付与するというコンセプトのもと設計が行われるが、十分な空力特性を得られなかったため、熱核ジェットエンジン搭載型による高速ホバーユニットの開発へとシフト。これによって熱核ジェットエンジン搭載型の本機は実際に開発されることなく、ペーパープランのみで終わりを迎えている。 RX123 ガンダム TRS ラブスカトル TR4 ダンディライアンモビルアーマー形態をベースに設計開発された成層圏機動用バインダーを RX124 ガンダム TRS ヘイズルフレアに装着した形態。宇宙から地球圏に襲来する敵勢力を成層圏で待ち構え、射程内に入った侵略者を迎撃殲滅することを目的に開発されており、ダンディライアンモビルアーマー形態と同じく機動性と大型クローアームによる一撃離脱戦法を得意としている。最大の特徴は短時間で地球上のあらゆる場所に展開可能な高い機動性であり、ダンディライアンで確立された大気圏突入用ユニットによって大気圏内に短期で突入することも可能になっている。さらにこの大気圏突入用ユニット内部はカーゴスペースになっており、作戦に応じた各種武装や護衛モビルスーツを搭載。目標地点に到達後、モビルフォートレス形態へと変形し、搭載されたミノフスキークラフトによってその場で対空しつつ拠点防衛に徹するという戦術も可能となる。 RX124 ガンダム TR6 ダンディライアン2 TR4 ダンディライアンで完成を果たした大気圏突入用モジュールを
TR6 ウンドロートに装着させた新興殲滅兵器システムというカテゴリーに属する形態。ティターンズが開発した NRX055 バウンドドッグの後継機とされている。 TR 計画の集大成にして TR6 の究極形態 RX124TR6 インレの下半身部も構成する本機は前述の TRS ラブスカトルのコンセプトも引き継いでおり、各ユニットにはラブスカトルと共通のものを採用。もちろんダンディライアンのコンセプトも引き継がれているため、短期での大気圏突入能力も備えるほか、後部にはミノフスキークラフトを TR 計画用にカスタマイズしたダイダロスユニットを搭載しており、重力化においても高い浮遊力を誇っている。なおこのダイダロスユニットは前述のロゼット強化陸戦形態で小型化する実験が行われたが失敗したため、機体の全長に匹敵する巨大なものが採用されている。以上、ダンディライアンの解説を終わります。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。